ディグランドディジョンです。今回はね、ナビベースレポティッドゲーミングというわけで、ゴールデンハートカップという大会のローアブラケット、ベスト8ですね。ベスト8のところになってます。負けたら敗退ですね。レポティッドゲーミングも去年世界大会出場してたくらいになります。早速やっていきましょう。はい、というわけでね、先行ナビの方から、配置ビルダーのエンドくんですね。クイヒーのスーパーホグホグ61天才という形です。レポティッドゲーミングは去年ね、世界大会出場した際も、クイーンウォーカーズ時代に対戦してますね。天才入れてからのクイヒかなり近いサイトでやっていきつつというところですね。ちょっと前まではね、チャスマックゲーミングっていうところと契約してて、チャスマックゲーミングという名前で活動してて、今ね、EA の方は、日本のね、チャスマックゲーミング、EA の方はそのまま残って、GS の方も脱退って形になってて、EA 以外は全て脱退した形になりました。大元のね、チャスマックゲーミングとして活動してたのは、このレポティッドゲーミングですね。ちょっと、バルーンとかいろいろ、食い火のルートが非常に危険な感じですが、突撃艦は届かず、ここはインビジブルレイジを使ってダウンホールを合わせに行って、クイーンの方が、フロークって使ったどっかで。死にましたね。遠先のスプラッシュダメージもあってか、ちょっとそもそも食い火の動かし方がまず怪しかったっすね。危険な動かし方をしてて、突撃艦の方もね、ホーミングチェックがしっかりできてなかったっていうところで、だいぶリスクのあるやり方に、結果的にはなっちゃったのかなって感じですかね。で、死んでしまったので、キングに対してウィザードを合わせつつ、援軍も出てないし、クイーンも死んだし、ちょっと厳しいですかね。本来これは多分さ、どっから行く予定だったのこれ。3時4時とかから合流して入れてくのかな。援軍処理も結局レイジクイヒで続け出さなきゃいけないんで、9時からなのかな。ポイズンは残ってて、ストライカーは全部それていきました。ポイズン合わせつつ、できるだけ破壊率伸ばしていきたいですね。レイジもちょっと手前に打ちすぎてるので、スーパーホグの方にはね、一切かかってないところで、ちょっとこの辺焦ってるというか、そういうところ出てるところかなと思います。ミスるとね、1個ミスると連鎖でミスが引き起こして、どんどん繋がりやすいっていうのがこれ見てもわかりますかね。ウォールブレーカー入れつつ、ホグを外周部投げてますが、これ超苦しいっすね。イーグル砲が壊れてるので一応、アーチャーとかは死なないんですけど、ガーゴイルとかも下側投げとくと、トラップがなければ、リターン2個、時間がないかな。破壊率の方は58で、上が間に合って59で69時ですかね。ちょっとしょっぱな、厳しい感じになりましたが、これもナビの5人目が、ちょっとこの大会は出れないというところで、60% です。さあ、対戦相手、スーパーバーバリアン編成の多分、スーパーアーチャーだと思うんですけど、スケルトン呪文2枚入ってるんで、中身変えてきたりするのかな。うまいな、それカット。レイジタワーの解除とか、突撃艦のためのね、多分事前のものだと思うんですけど、ウォーデンのトームを使わずにホーミングチェックをロケバルでやっていった形ですね。援軍の方も空に反応するものがなく、手前で落としていきましたね。クラン城越しにモノリスとかも当たるからね。面白い。うまい。うまいっすね。この人初めて見たな、エムレカン10番、サッカー選手で。サッカー選手っぽい、トルコ代表みたいな。ドイツとかってね。ターンホールはもちろん落とす気がなかったので、その分呪文の方をね、フリーズとインビジブルとスケルトンということで、オーデンも残して、反対サイドから一気に飛ばしていくという形ですね。何でもかんでもスーパーチャーに全て呪文を使うわけではないっていうのが、これを見るとわかるかなという形。スーパーバーバリアンと、ちょっとストライク合わせたんですが、うまくいかず。さらに、スーパーバーバリアン合わせていきます。うまいですね。今回キングまで使っていったので、裏はロイヤルチャンピオンで担当する形。クイーン処理とかもこういう端にいるヒーローの処理に対してスーパーバーバリアンが強いんですよね。数で、いろいろ押して、ストライカーも刺さりやすくするみたいな感じで。さあ、アイゴレも付け足しつつ、スーパーバーバリアンでアイスゴレムをより奥へ流していきます。さあ、テスラが出てきました、ここには。タイタンは、こっちではなく、タウンホール側に寄せていくような使い方ですかね。さあ、ここはアイゴレが作ったフリーズの間に、ロケバルがここを削っていくことで内側に誘導させていきました。
ここでトームかけましたね。っていうか、かけましたというか、トームが発動しましたね。ウォーデンの HP が減りまして。で、クイーンがなんかよくわかんない壁殴ってますね。ここフリーズかけてくんですけど、意味ないんですね、そのフリーズは。キングはフェニックスモードで帰ってきたキングだったので、別にそれでフリーズかけようが関係ないんで、ちょっと温存した方が良かったかな。途中までめっちゃうまかったんだけど。ただ、クロークしっかりここに合わせることができて、まだスーパーバーバリアン11体いますね。クイーンは終わりまして、スーサイドパートがここでようやく死にましたって感じかな。残ってる呪文とか合わせて、おでん像対地クロスのところまでここロイヤルチャンピオン貫通しつつ、反対サイドストライカーとスーパーバーバリアンでクイーン処理やってますね。ロイヤルチャンピオンブーメラン飛んできて、しっかり最後まで落とす用のスーパーバーバリアンを残しているので、大量のユニット残して、うまい。いい役割分担でした。さあ、ホッさん、61天才のラバルですね。ランチャーかな。おでん像対地クロスとか、もしくは、って感じですが。5人目というか、今、シンセがね、新しく、ナビに加わるっていうところと、クラッシュマスターズの方ではベルナウが参加してくれてるっていうところで、なんだけど、ちょっとこの大会の方は入っておらず。天才めっちゃ強いな、それ。シンセとかもね、ベルナウとか他のクランで参加しちゃってますからね。追加で加わるのは、それは当然もうすでに参加してたので厳しいということで、新しい新規の大会しか参加することができないので、森尾さんもね、移籍したという形になったので、ジャイからのベビドラとキングとクイーンを採用していって、キングの道ができたので、ここでウッドランチャーさせていきます。戻るんだ、それ。ウィズ島向かうと思ってたんですけど、ちょっと入らず。だけど、対地クロスの竹をしっかりキングで取れてるので、ビズ島のダメージは受けましたが、かなりいいルートでウッドランチャー入ることができてます。援軍に関してもウッドランチがちょろーっと援軍を軽く吹き飛ばしてくれてますね。そして真ん中のところまで届いていきました。ストライカーのターゲットもフェニックスキングの方で受け取ることができて、中心マルチもイエティが届きましたね。めちゃくちゃ強いこれ。エアスイとかも折れる。イエティはもうここで終わって、ウォールブレーカー飛んできましたよ、ここから。一応拡張みたいな感じで穴系、空いたところでそんなに伸びないんで、変わんないんですけど、ラバルパートスタート。モノリスに最終的には撃たれて死ぬかなってことですね。延命しない限りは。さすがにここのクイーンを延命する必要もないので、ここは見捨てていきつつ、ラバルも同時並行でやっていきますが、当たり前のようにうまいですね。3時の方も6時の方も並行で進ませていって、ここで一気のレイジトームをタウンホールに合わせて撃っていきます。ラバハウンド2体飛びつつ、スケルトンの呪文を置いてからまだ手持ちにラバいるんですね。ロイヤルチャンピオンを合わせて。スケルトンの呪文でね、これストライカーが守れるような状況を作れてるので、ピン出しストライカー、しっかりクイーンのところまで届きました。で、裏から残してたラバハウンドに合わせてバルーンも合わせて、ロイヤルチャンピオン、バルーンが合わさって、もうお手本のような天才ラバルですね。めちゃくちゃにうまい。時間の方もかなり余裕はある状況で回ってるかな。ウィザード手持ちに残しつつ、この大会はパリピウィザードは使用禁止のようですね。公式大会は使用ありなのに、こういうコミュニティの大会は結構禁止なところが多いですね。期間限定ユニットって一律でバンにしちゃった方がルール決定する上では楽ではありますね、確かに。はい、というわけで 100% ナイス全開ガーサス。はい、メクスーパードラゴンリターン型。タウンスニゴブまでやるのかな、そうなると。タウンホール周りをクイーンで削って、タウンホールをむき出しにしたところをタウンスニゴブでやるっていうのが、コンセプトにはなってそうな雰囲気の編成には見えます。で、反対サイド、ベビドラサイドカット。わかりやすいですね。多分ここ、インコまで削りたい。左行くどっち行く微妙。タウンホール打つでもタウンホール打つつもりはないでしょ、この編成だと。左行くよね、これ。しかも来てるよね、これね。タウンホール打てるよね、これ。
これは出てちゃうので、もらえるもんはもらっとこうということで、スニゴブたくさん持ってきましたが、ここで。クイーンのルートはだから、プラントはミスってるってことですね。もしくは、上振れてこれだったらいいなって感じなのかな。うん。一応このルートでタウンホール取れたら OK。取れなかったらスニゴブっていう。まあ一応、二重プランとしてそれは、OK っちゃ OK だけど、まあまあ。さあ、ボマー型。タウンホールもね、確保できて、スニゴブをやる必要もなくなったので、非常に楽になりましたね。さあ、レイジターンの乗った。うん。いいですね。クロスボウのターゲット入ってたので、クイーンの方はインビジブルで守りつつ、さあ、もう一度現れたところ、フリーズかけて保ちつつ、キングの方を12時、ターゲット取ってもらうことで、クイーンの延命という形にしてます。特に今回ね、編成的にヒーラー4体だったんですよ、5体じゃなくて。スニゴブをね、たくさん積まなきゃいけないというところで、ヒーラーを4体にしていることで、クイーンの延命っていうのはいつもより繊細なところだったので、かなり綺麗に取っていきましたね。あとは、フリーズ1枚とスニゴブが10体いるんですけど、これうまく使えますかね。さあ、ここもずっと、キングの方でターゲット取り続けて、ヒーラー4体のクイーンはここまでクロークを吐くことなくしっかり延命することができてます。さあ、外周部、スニゴブ大量に使っていきたいですね、せっかくなんで。うん。地味に強いぞ、このスニゴブ。スニゴブ強いな。防衛施設をむき出しにすることで、殴る施設、すべてが防衛施設になるというシステム。クイーンの方はいいクロック。速攻のクロックでロイヤルチャンピオンの処理をサポートしつつ、ロイヤルチャンピオンブーメラン。クイヒーとロイヒーが合流していって、かなり枠数的にはロスも生まれたんですが、最後しっかり全開取っていって、うまいですね。リカバリっていうのとはちょっとまた種類が違うんですけど、しっかり全開まで持ってきましたね。ナイス全開、ガーサス。さあ、クラウス、スケイン部かなと思ったら、ポイズンあるので、これ真ん中3つの、なるほど。これ、ゆうたくんだっけか ?GS 戦でやってたアタックをやるんじゃないかな。マルチ IT3 本を真ん中、1本ミスった。この1個前の対戦が GS だったんですけど、ちょっとミスってますね。マルチインフェルノ3本折りのね、最初、スケルトンコウモリを、スケルトンはないや。コウモリ編成をやってて、これ決まりそう。戻ってきて成功する。すごい。バルーンをびっくりした。トームつけないのかと思った。初手トームぶっ飛ばしていって、その時出てた配置と全く同じか、ほぼ同じ配置が今出てるので、その時と全く同じやり方をしてますね。レポティット側がその配置のコピーをして、その攻めを対策してるかどうかみたいなところが大事になってくるんですが、ポイズンリザードついてることで、ラバーハウンドだいぶ削ることができてます。19時に引っ張っていく。ゴーレムは2体ですね。その時と若干、どうだろう、ゴーレム2体もいたっけかな。やり方変える可能性はありますね。こんなに調整するならクイーンそっから出すってことなんで。ストライカーも先打ちさせつつ、ちょっと気になるのは時間の方かな。かなり時間は使ってる印象。そしてイーグル飛んできた。これはだるいぞ。次のイーグルのターゲットは他で取りたいので、キング出してきましたね。キングとゴーレム、しっかり。ゴーレム。ちょっとキングの方に全部入っちゃったんで。ロイちゃんまで付け足してますね。フィスト使って戻ってきてもらって、ゴーレムはしっかり投石の竹を取りつつ回収部へ。援軍が残ってる、勝利したのだった。クイーン、投石と同爆。追ってくれたならよしとしよう。ロイヤルチャンピオンがその分生きてくれる。スケルトンの呪文を使ってストライカー処理ですね。ウォーデンのトームをもうすでに使ってしまっていて、ウォーデンそのものがいないので、ストライカーはここからスケルトンにターゲットを取ってもらい刺していきます。そうすると、ロイヤルチャンピオンの処理までしなきゃいけないんですよね。ロイちゃんワンチャン上に流れたクイーンのクロークとかで処理を狙ってた可能性ある、これ。ち
ちょっとその時とやり方変えたんで、個人的になんか思うところあったんでしょうね。これよりもこっちのやり方の方が良かったな、みたいなところあったんじゃないかなというところ。さあ、ここトルネードに巻き込まれたせいで、ロイヤルチャンピオンせっかく処理ができそうだったんですが、同爆だ。さあ、対空砲をこのバルーンで潰すことができれば、できる。さあ、内側のバルーンと、ウィズ島ダイクテスラ。地味ですが、こういった細かい防衛説も強いですね。キングもフェニックス持って流れてるんですけど、時間の方が間に合わない。惜しいなぁ。さあ、88% です。さあ、もしかしたら全く同じやり方をしたら対策されてるかもって思った可能性はあるかな。同じ配置をなんかわざわざ出してる。なんかたまたまかどうか知らんけど。さあ、対戦相手もスーパーアーチャーですかね、これは。この編成やっぱ流行ってるし、増えてるし。海外クランは特に使ってる印象ありますね。で、最近も、しっかりトルネードヒットして、ここかかってますね。その上でどこまで削れるかが、これ大事になってきます。さあ、外周部、しっかりキングも隠してからやんないと、キングの方にターゲットが吸われて、狙った防衛説を削ることができないという形なんですが、いやー、これは、ちょっと失敗と言えるかな、レベルとしては。真ん中マルチ3本折りのプランだったと思うんで、これはあんまりいいスーパーチャーができたとは言えないですね。まあ、オーデンのトームを使わなかったっていうところのデメリットが出たかな。トルネードで罠でね、しっかり引っかかるというところ。タウンホールまで折らない形でやってくスーパーバーバリアンが最近は増えてる印象です。当たり前だけど対策されすぎたから。天才ラバルもね、対策されすぎて、いろんな形が最近出回って、スーパーバーバリアン編成も一辺倒では当然できないので、対策された配置を取るためにはどういうやり方をすればいいかっていうところで、今回は、こういう形が選ばれてますね。さあ、ウォールブレーカー。さあ、スーパーバーバリアンしっかり、ウィズトのターゲット取り続けてくれてるので、ウォールブレーカーは届きます。HP 高かったっすね、今、スーパーバーバリアン。エレクトロタイタンの方はいますか？これいないで。で、インビジブルターがここで発動。そしてトムも合わせて打ってますね。で、外周部、アイゴレも合わせて。アイゴレはこれスーパー能力かかってるので。ちょっとフリーズ外しましたが、ターンホールにはかかってるな、よしと。外周部も挟み込みつつ、反対サイドのね、削りも早めにやっていかないと、時間の方も間に合わなくなっていきますので、削り入ってますね。キングの方は、相手のクイーンに捕まって、ここは死にますね。通常スーパーじゃない、通常ウォールブレーカーは、ここに、よくわかんない壁によくわかんないことしてますね。はい、失敗。ストライカー合わせていって、クイーン処理ですが、しっかりできて、投石なんだけど、さあ、ここ固めていって、クイーンが真ん中のマルチ IT はここで戻ったので、折ることができました。さあ、ロイヤルチャンピオン残り防衛4施設のところまで来たので、ディギーも入る。キングに捕まるんですけど、ブーメラン飛ばしていってかわして。そうなると、裏の施設が回収されてしまう。ナイス全開。ちょっとね、防衛施設のレベルも低かったっていうところで、もしかしたらそういったところも影響した可能性はありますね。ちょっと突撃艦自体は事故り気味だったんで。ライドラを使ってからの、アイスラバ型の花火かな？ガクさん。このアイスラバ強そう、それ。強い。これはね、ホームを打つまでの時間を作るという意味でのアイスラバのフリーズ時間ですね。しかも外周のライドラのおかげでエアスイーパーにかからないですね、これも。さあ、届いていってスーパーガーゴイル。これタウンホールまで届かなくない？さあ、インビジブル真ん中届けていって、だいぶ手前に落としましたね。これ結構意図的な雰囲気はあるけど、どうでしょう。さあ、ここ削っていって、クランジを壊れるんじゃねみたいな打ち方したんだけど、今の。さあ、ここインビジブルさらにかけてクランジを壊していって。さあ、反対サイドだいぶでもチェーン入って、綺麗にぶっ飛ばしてますね。それクイーン、うまい。投石は残ったけど、投石以外は上の方はね、吹っ飛びましたね。タウンホールの方は元から取るつもりはないんじゃないかなっていう落とし方だったんで、想定してるやり方
の通りにやってるのではって感じはします。バネはありそうですが、ないといいな。ですね、ない。届きました。ストライク合わせて。いいアイゴレですね、これ。タウンホールまで、クイーンで大丈夫でしょうと踏んで、反対サイドロイヤルチャンピオン使っていきます。この辺の見極めと判断も早いですね。ちょっと、流れ始めたので、フリーズも合わせつつ、ちょっとそれはまずいぞって思ってるかもしれないが、届いた。さあ、いいクロック。しっかりこれはタウンホールタゲってそうなのを確認してますね。キングは死にましたが、フェニックスモードでさらにタンクをしてもらい、ロイヤルチャンピオンが裏から届く準備をしております。あとはウィザードも回収入れて、間に合うかどうかの勝負になってきました。ロイヤルチャンピオン、ブーメランかもして。いいウィザード。クイーンの方も反対側の防衛施設、これで折り切れますね。うまい。ライドラの花火っていうのはね、ちょっと前、トライブゲーミングがね、ゴールデンチケットを獲得した大会でめちゃめちゃ流行ってて、ドライブの中で。その以降ね、かなりこの編成強いとして認定されましたね。さあ、ティマタスティック、クイヒーラバル。なんだけど、ワンチャンこの人だとお出ヒーとかしだすから、ちょっとまだわかんないですね。タウンホール14の時はオデヒーラバルをめちゃくちゃやってた印象なんですけど、15はどうでしょうか？普通にクイーンから起きましたね。うん。普通のクイヒーになりそう。まずは外周部のクイーンを拾いつつ、イエティカット、うまいな。うまい。いい誘導。残った投石に、あ、残んないのか？いや、残るよね。これは、あ、それはちょっと話違うな。これ残った投石に入れるプランだったのか、もともと。ウォールブレーカー2枚ってことはそういうことっぽいな。水塔の方に流してなんかここを浮かせるみたいなやり方ではなく、シンプルにクイーンをそこに入れていきたいようなユニット編成になってるっぽいんで、ちょっとここからリカバリーが必要ですね。援軍の中身次第ですね。クイーンこのまま横断させていくか。ウォールブレーカーの使い道っていうのがちょっとこの後、階段前開けて、マルチ IT 前開くならいいなぐらいの使い方しかできないけど、ここもまだ出さない。他に刺さるとこ一切ないですね。逆サイドはキングにストライカーにキング合わせて。ロイヤルチャンピオンにキング合わせてストライカー補助して。わ、なんかすごい赤バクとテスラといろいろ出て。イーグルも入る。さあ、ここはもうトーム入るよね、このやり方。入らん。奥でトームか。奥でヘイストトーム。ただ赤バクもだいぶヒットしたんで、相当苦しいラバルのやり方してますね。これ、これどうするとタウン前からバルーンがポンポーンと来まして、突撃艦を真ん中から刺していくような状況ですかね。いやー、もう、勇気を出してこれでぶっ刺していくしかない。呪文はたくさんありますからね、幸い。レイジを中身に合わせていって、パピーがついてくれたおかげで、ロイヤルチャンピオン援軍処理をやってくれました。さあ、残りレイジフリーズ2発というところ。まあ、クイーンはやはり逸れたような感じなので、ちょっと微妙な雰囲気を自分の中でやってるかな。さあ、落ちてしまいのバルーンがレイジに乗っていきますが、ただ破壊率はだいぶ上がりましたね。93までこれ水追加とか、ここしかないでしょ、でも。こっち狙うんだ。狙ってもって感じですが。さあ、93%。ナイスアタック、ナイス防衛ですね。さあ、ナビ最終アタック、カズマくんですね。クイヒーラバル、ランチャーに切り替えて。ボックス配置、リターンなしで、クイヒーラバル。パターンとしては、このパターンか。
3時上のところからクイヒースタート、対空砲が削れるのでヒーラーを出すことができて、どうしますかね、クイーンのコントロール。パターンとしてはなんか3時の方流してここに入れて、その隙にこっちをウッドランチャーで追って、エアスイのところウォールブレーカーみたいな感じが1つ目。で、ここをイーグル側の方を完全にやっていくんですね。これランチャーだとキングランチャーを12時とかに使うのかな。クイーンの方がここで降りてまいりまして、ウォールブレーカーはここ、呪文祭壇のところフリーズかけつつ、いけないこれもしかして。反対サイドにキングランチャーを多分出してくると思います。来ましたね。天才ラバルとクイヒーラバルのいいとこ取りみたいなやり方してますね。フィスト使って出てきたリクスケルトンにもバルキリーを刺してウォールブレーカーを切ってここをつけていくことでクイーンの道も作って HP やばいんでインビジブル危ない相当危ない今の。ナイス耐え。さあ、これタウンホール反対サイドから投石のところまで食い引きましたね。さあ、フェニックスキングで上が突破、ロイヤルチャンピオン回せていって、ラバルパート、ここからスタートしていきます。さあ、ここはラバハウンドは使わずに対空砲をフリーズすることでバルーンを守っていきました。さあ、ここ真ん中にバルーンがそうすると進むので、オイラは一気のレイジトームをここかけるかな。レイジないわ、もう。ロイヤルチャンピオンもタウンホール合わさりましたね。ウィン強それ。さあ、マルチ IT の方を、これバルーンでいくんですね。バルーンでいって、フリーズもう一回打つかな。フリーズもう一回ですね、これは。フリーズもう一回打って、あ、真ん中モノリスまでいけたんだ。これは強い。さあ、ここしっかり寄って。こうなるともう大丈夫ですね。時間だけですね。気になるのは。さあ、一回赤バクヒットしてから、大事ですね。このガーゴイル、連続でガガガンって出すと、一つの罠にね、やられてしまうんですけど、しっかりと2段階に分けた結果、2段階で罠食らいましたと。これはちょっと珍しい例で、基本的にはこういう対応をするべきです。キングの勝利も呪文使わず突破できそうなので放置して OK ということで。はい。ナイス全開。PS で最後のアタックも取り切りましたね。ジェネラル X スーパーバーバリアン。同じ編成が多いな。ロケバル刺して、トラップチェック。ジェネラル X もね。おー、それ強いな。結構レポティッドゲーミングを尊重するような人ですが。いいですね、これは。マルチ IT もこれはこの後売ることができて、スケルトンの呪文も2枚持ってきてるっていうところでね、タウンホール反対から行ってタウンホールまで目指す上で必要なサポート呪文をこうして持ってきてる感じですね。中心部。クラン城まで。まあ援軍釣れちゃってるんで関係ないんですけど、スーパーアーチャーの方でラバ割ってくれ。距離も軽くしてくれ。いいですね。はい。ウォーデンが使えると。このウォーデン使えるの強いんだよな。スーパーバーバリアンの方でちょっとパピー釣っちゃったんですけど、大丈夫そうですかね。引っ張られることはないぐらい引っ張ってくれたんで大丈夫そうですね。さあ、遅れてキング回せつつ。エレクトロタイタンちょっと援軍に合わせるような使い方とか、もう、なんかね、今、ジャイアントみたいな出し方しちゃったんで、ちょっともったいなかったかもしれないね。内側のリクスケルトンはただ折れて、さあ、ウォールブレーカー大量に投げ込んできました。二手に分かれたんですけど、両方届けば開く。バネー。まあ一応届いて。トームも残ってるっていうところ、モノリスもここ入るので、そうですね、いいトームです。さあ、クイーンの方がタウンホールを壁越しに追って、モノリスの方も打ってるんですけど、これクローク打たずに、ここはフリーズで行くんすね。バリュー的にはフリーズ、これ2発打たない限りはクロークこうやって出てしまうので、クローク入っちゃう方がいいのかなって思います。で、ロイヤルチャンピオン反対サイドからロケバル回せつつ、スケルトンとフリーズが1枚ずつ、これはいかれたかな。
うまいですね。このやり方強いですね。トッツアーチャーってやっぱタウンホールを目指すものとして固定概念やっぱり今のところあるんですけど、スーパーアーチャーでタウンホールを折らずヒーローで降りてからのやり方だとかなり安定しているような印象です。はい、というわけでね、終わりまして、13対14ということで、敗退にはなってしまったんですけど、対戦相手の方からもかなり参考になるアタックがあったかなって感じですね。スーパーバーバリアン編成特にうまかったですね。ナビの方からだと、ライドラのね、アイスラバハウンドを使ったガクのアタックとかがあって、あれも非常にいい戦術というかやり方になってましたね。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さよなら。